はい、どうもこんにちは。本日はですね、前回好評でありました、気をつけろワゴン R よくあるトラブル集第2弾を行いたいと思います。第2弾ということで、まだね、私放送からですね、以降にワゴン R がちょこちょこあったトラブルがありましたので、これをですね、ちょっとご紹介したいと思います。皆さんのワゴン R もトラブルになる可能性もありますんで、または以前にね、乗ってたりとかで、こんなトラブルあったなとか、思い出を振り返るような感じになっていただければなと思いますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずは車内の紹介からしていきたいと思います。車内はですね、序の口段階って言っても過言ではないんですけども、これはもう正直なった方も、これからなる方も、これからね、ワゴン R を購入しようと考えている方なんかも、ワゴン R の中で、この MH 系ですよね、よくあるトラブルとなってますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。まず、一つ目なんですけれども、一つ目はこちらです。はい、バイザーです。一見普通のバイザーで見えるんですけども、ここなんですよ。ここがよく折れる秘密兵器。じゃじゃーん。はい、このバイザーです。バイザーの取り付け部分の金具。こういう筒状のやつがついてるんですけども、やっぱね、取り外しを何度もやることによって、樹脂部分が劣化しちゃうんでしょうね。で、残念ながらこの車はですね、助手席側ももうこうやって欠けちゃってます。こんな感じで割れちゃうんで、やっぱ日に当たらないんだけども、やっぱ何年も経ってくると、こういう風に欠けが出てきてしまう。まず一つ目は、こちらのバイザーの取り付け部分がよく割れるということでした。はい、ということで第2戦目なんですけれども、第2戦目はこちらのワゴン R リミテッドなんですけれども、最近壊れてしまいました。ドアミラーです。これ、ドアミラーですね、オンにします。聞こえます？この。ずーっとこれ。ウィーンと音が聞こえるんですけど、これ実はですね、ドアミラーの中にギアがあるんですけども、それがなんかどうやら樹脂製、プラスチックみたいなものでできているらしくて、これがですね、やっぱ経年劣化で割れてしまうというので、ドアミラーの開閉ができなくなっちゃうんですね。これ多分結構ね、なってる人多いと思います。このミラーの故障が起こる前兆としては、ミラーの動きが悪くなってきたりとか、いきなりバキンとかなってたりとか、または、私のように、ある時急にうんともすんとも言わなくなって、ウィーン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 、なんかモーター音だけが聞こえるってなったら、もうこれ完璧に歯車アウトです。なので、ネットオークションとかで金属製の代替品があるようなので、そちらに交換するっていうのも手だと思います。ということで、第2戦目は、ドアミラー、歯車ということです。これも結構ね、ワゴン R ユーザーさんだったらなってる方多いんじゃないかなと思います。はい、ということで、次行きましょう。レッツゴー。はい、続いて3つ目なんですけれども、3つ目はですね、ドリンクホルダーです。これはね、もう一番皆さん知ってんじゃないかなと、ワゴン R ユーザーさん一番知ってんじゃないかなと思うんですけども、幸いにもこのリミテッドのドリンクホルダーは壊れてません。これ2つね、ここの中のところがですね、バキッとプラスチックが劣化して割れてしまうというのがありますんで、これもネットオークションでね、よく中古が売ってたりとか、新品も売ってたりとかするらしいんですけども、ここら辺もよく折れてしまったりとかありまして、残念なことに私、マーブラックが所有しているワゴン R3 台のうち2台はこのドリンクホルダーが破損しております。なので、これ、ドリンクホルダーあんまり重たいもの乗せない方がいいと思います。本当に軽いもので置くようにしといてください。はい。ということで、第3戦目、ドリンクホルダーです。次、参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、車両変わりまして、WR の方に移ったんですけども、これちょっとリミテッドとかの方は車外オーディオが入ってますので、こちらは純正オーディオの WR となっています。4つ目、純正オーディオです。これ M さん見て気づかない？純正オーディオ。もう壊れてるの見える。これそんなんじゃない。これじゃないの？こういうね、パネルの劣化っていうのもあるんだろうけど、オーディオです。懐かしい、これ MD ディスクだ。MD も入るんですよ。これは MH 型は未だに純正であればこのオーディオ。でもこれ
フルオートエアコンと一体になってるやつなんで、当時はなかなかハイテクのオーディオだったんです。うん。はい。で、何が壊れてるか分かります？ CD 入りっぱなし。そうなんです。この方の純正オーディオ、CD 入りっぱ、MD 入りっぱめちゃくちゃ多いんです。MD 特に CD が多いです。うん、CD がこうやって入りっぱなしになっちゃってエラー起こっちゃうっていう状態のオーディオがものすごく多いです。で、現にこれもこういう風に CD が挟まったんで、まあこれね、ゆくゆく販売するワゴン R なので、まあオーディオ交換するような形になるんですけども、まあその交換した時にね、一体どんな CD が入ってるのかなっていうのは楽しみなところなんですけども、4つ目は、4つ目だね。5つ目だよ。違うよ。4つ目。そう言わないで。4つ目だよ。バイザーにミラーにドリンクホルダーでオーディオ。はい、ということで4つ目は純正オーディオということですが。これさ、はい。CD 昔。CD。はい。CD。もう今ちょっと羽が詰まってる。はいはいはい。昔、こういう風になった時に、はい。ペン先でクリクリって抜いた。ああ、ラジオペンチとかね。うん、ありますけど、まあ、結局その CD 蘇らない。うん、でもクリーナーとかでやるんじゃない？いや、あれでしょ。まあなんかモーターがもういかれちゃってるってことで。手動で回せ。っていうかまあ、今時もう CD 使うのも少なくなったんじゃない？持ってないね。うん、でしょ？ CD 買わないでしょ？うん。そうなので、まあ実用性がないかなっていう感じです。うん、まあいいところラジオだね。はい。うん、ということで、純正オーディオでした。続いて参りましょう。レッツゴー。続いて第5戦目なんですけれども、5戦目はパワーウィンドウです。これもね、ワゴン R ユーザーさんめちゃくちゃ多いと思うんですけども、特に運転席ですよ。運転席のオートが使えなくなっちゃうんですよね。よく。1段階が、マニュアルでセレクティブに動かせて、で、そのもう1段下がオート。上なんかは逆のパターンであると思うんですけども、セレクトのやつは比較的結構動いたりとかするんですけど、まずオートが最初効かなくなる。で、オート効かなくなったなと思ってきたら、今度、セレクティブなやつも、自分で任意で操作するところも動かなくなるっていうのなんか結構ありますので、まあこれなんかもネットオークションとかで、どれぐらいだったっけかな、3000円だか4000円ぐらいだかで、売っておきますんで、一連のこの故障商品で販売するものはネットオークションのやつ概要欄貼っておきますんで、ぜひご覧いただければと思います。ちょっと待って。はい。売っときますんでって言って。貼っておきますんで。何がいけないんですかみたいな。出品の方ですか？違います。回し物じゃございません。貼っておきますね。概要欄に貼っておきますので、ご覧いただいて、まあ、購入していただければと思います。はい、ということで、第5戦目は、パワーウィンドウスイッチでした。パワーウィンドウが、オークションで出てたら、マーブラックって書いてないから注意してみて。一個も出品してないです。大丈夫です。はい。じゃあ次参りましょう。レッツゴー。はい、続いて6個目なんですけども、6個目はエンジンです。エンジンルームです。はい、エンジンルームなんですけど、こちらです。ヘッドカバーからのオイル漏れです。わかるかなこれ。オイルが漏れてるの。滲んでるでしょ。ここ見ればわかるでしょ。ほら、もうオイルが滲んじゃってるんですよ。これが結局よくあるパターンで、ヘッドガスケットのカバー、ゴムでできてるんだけど、やっぱそれがね、経年劣化で傷んできちゃう。シールからオイルが漏れてきちゃって、結局ね、こういう風にオイル漏れが出てきちゃう。これまだマシな方っちゃマシな方なんだけど、エンジンオイル1ヶ月ぐらい前に交換して、マックスのラインで合わせたんですけど、昨日見たんですよ。そしたらもう半分まで減ってます。まあそれだけエンジンオイル消費しちゃってるんで、まあ他にも原因あるかもしれないけど、まあここからもオイルはすごく漏れやすいので、まあここもね、皆さんちょっとヘッドガスケットの周辺見ていただくと、オイルが滲んでる可能性あるんで、そしたら、このヘッドガスケットカバーの交換っていうのをしなきゃいけないんで、これね、皆さん覚えておいてください。ただ、これ、まもなく、今度、このヘッドガスケットカバーの交換しますんで、その動画も上げますんで、またそれをね、参考にしてからでも十分間に合うと思いますので、もしオイルが漏れてる人がいたら、その動画をね、参考にして、ご自身でやってみるっていうのもありかもしれませんので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、6つ目は、ヘッドガスケットカバーでした。次、参りましょう。これを、オイル足せばいいんじゃないの？オイル足したいけど、結局漏れてる。漏れてること自体良くないし。良くないけど。で、あとエンジンがもうギッタギタにオイルだらけになってるから。その、修理するまでは、
はい、こまめにオイル足してメンテしなきゃいけない。そうだね。エンジンオイルの量をチェックするのはドライバーとして当然でしょ。そうなの？運行前点検って必ずするでしょ？しない。しないんですか？うん。いやー、非ドライバーだな。なんてやつだっけ？僕は運行前点検必ずしてますよ。見たことないですね。はい、ということで、次、参りましょう。続いてもなんですけれども、こちらもオイル漏れです。ここもよくあるパターンなので、気をつけていただければと思います。続いてはですね、こちらもまたエンジンオイルなんですけども、漏れるところが違います。エンジンオイルフィルターのアタッチメントがついているところのガスケットからオイル漏れが発生します。ちょっとご覧いただければと思います。こちらです。これです。これ今エンジンオイルのフィルターがここにあると思うんですけれども、この上についてるアタッチメントの、ほら、オイル漏れてるでしょ？濡れてるでしょ？ここもね、漏れやすいんです。これね、下から見ると、こうやってね、オイルフィルターの上のところからオイルが漏れちゃってるんですよ。だから結局、こっからオイルをどんどん消費してきちゃうっていうのがあるんで、ここもよくあるトラブルなんですよ。だから、ちょっと見づらいんだけども、ナンバープレート外すと見やすいです。ナンバープレート外して、ちょっとこういうライトなんかで照らしてみて、それでその先、オイルフィルターの付け根の上の部分からオイルがにじみ出てたら、もうそれ、ガスケットにいっちゃってます。または、さっき言ったヘッドカバーのところからオイルが滴って、そっちの下まで垂れるっていう可能性もあるんだけども、基本的には、ここから漏れてる可能性の方が高いと思いますので、ちょっとね、皆さんもチェックしてみてください。はい、ということで、オイルフィルターのアタッチメントのガスケットからのオイル漏れでした。ちなみに、この車両もう漏れてるんで、ほら見てください、この地面。湿ってるでしょ？これ雨だからじゃなくて、これ晴れの日でも滴ってるんですけど、これエンジンオイルが垂れてます。ひどい状況になると、これぐらいまでエンジンオイル漏れちゃうので、これね、こうなる前に対処するようにしておいてください。はい。ということで、エンジンオイルのオイルフィルターのアタッチメントからのオイル漏れでした。続いて参りましょう。はい。続いてはですね、そのオイルフィルターのある隣に、こっちにある ATF、オートマチックトランスミッションフルード、要はオートマチックオイルのオイルパンがあるんですけども、そこから ATF のオイルが漏れてきます。はい。こちらもすでに、この滴りを見ればわかると思うんですけども、こちらもですね、漏れてます。で、どんな感じに漏れてるのかっていうと、こんな感じで、オイルパンからしっかりとオイルパンの付け根ですよね。付け根のところから、まあガスケット、液体ガスケットの劣化とかだと思うんですけども、このようにオイルパンが漏れてます。という感じで、今みたいな感じでオイルが漏れてしまうんで、正直このオートマチックオイルに関しては、もう漏れてるところがオイルパンになってますんで、もうこれはオイルパンを外さなきゃいけない状況になってます。で、オイルパンを外して、付着してるガスケットを全部取り除いて、で、また新たな液体ガスケットを塗って貼り付けるというような作業になってますんで、これはちょっとね、作業に自信がない方は、ディーラーさんとか整備工場さんとかで交換を依頼した方がいいと思いますんで、ちょっとね、ここら辺なんかも覗いてあげるだけで、そのご自身の持ってるワゴン R のトラブルなんか未然に防げると思いますんで、ちょっと参考に覗いてみてください。ということで、ATF のオイルパンからのオイル漏れでした。はい。ということで、まだまだよくあるワゴン R トラブル集第2弾ということでした。やはりですね、年式がだいぶ経ってしまっているので、どうしてもトラブルは否めないんですよね。ただ、私ほら、前回の動画でもお話ししましたけど、MH2122S 蘇らせたい隊長なんで、会員メンバーまだ1人しかいないんですけども、なんとかね、この MH2221 をまだまだいっぱい走らせたいなという思いで、今ワゴン R 触ってるんですけども、まだ直せば、まだしっかりと治る車両です。で、同時にまだ部品もディーラーさんの方から取り寄せたりとかもできますので、まだね、快適に乗るっていうことができますので、ぜひ MH21S、22S 乗られてるワゴン R ユーザーの方、またはですね、この MH21S、22S を購入を検討している方、お役に立てればなと思ってこの動画を作りました。ということで、気をつけろ、よくあるトラブル集第2弾でした。M さんなんかある？アルトワークスはい。あったじゃん。アルトワークスだっけ？
はいアルトワークスあったよね、白のアルトワークス。うんうんうん。純正のやつ。うんうんうん。あれってさ、やっぱ30年か40年くらい前じゃん。もう30。も、40年、もしかしたら50年いっちゃうかもしれない。うん。この車は、まだ十何年じゃん。そうだね。うん。あ、もうちょっとで20年って感じだね。うん。だから、その30年とかね、40年とかね、先までね。ね、持つんだったらね、持たせられる乗っていければなと思うんですけどね。多分持たせられるように蘇らせたい。そうですね。なんとかね、綺麗に蘇らせてみたいですね。頑張って。手伝い。お前も手伝い。だからでも綺麗にほら、保持してる人がいると、あ、そういうことなんだねって。そうだね。でもさ、M さんさ、今見てて、あなたなんかたまにここ来るからわかると思うけど、わらしべのスティングレイなんかもちょいちょい綺麗になってきてるでしょ。あ、ごめん、見てない。興味ねえんだな。お前ほんと車に興味ねえんだな。まあそういうことで、まあまだまだ MH22S、21S は現役で走れるということで、これからもね、元気に走れるようなワゴン R を作っていきたいと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、チャンネル登録とベルの通知をですね、オンにしていただけると、バーブラックの不定期な動画の配信が通知でお知らせできるようになります。ぜひともご登録いただければと思います。同時にですね、SNS、Twitter、Instagram、TikTok と3種類やってますので、ぜひ登録いただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。今思ったんだけど、はい。なんか、ずっと同じ格好だね。ずっと同じ格好してるね。あ、私もしかしてこれ、20本ぐらい。そんなしてないです。毎回同じ格好です。綺麗に洗って、毎回同じ服装なだけです。天気もさ、ほら、今日、雨模様だから。今日はあいにくのお天気。日が違うのかな。はい。ということで、伸びた気をつけろ、ワゴン R、よくあるトラブル集でした。